後に撮影許可がもらえたので網走へ。頭の良さそうな撮影になるぞ。まずは北方民族博物館がある場所から少し紹介。網走市市街地の南西にある標高207メートルの山テント山。ここに博物館がある。山頂には展望台が設置され、網走湖や能取湖、オホーツク海、知床半島や斜里岳、船別岳などの知床連山まで望むことができる。展望台は無料。展望台に隣接してオホーツク流氷館テント山桜公園がある。山腹網走湖側には博物館網走監獄。テント山一帯が網走市の主要観光地となっている。ってことで北方民族博物館へ。一般入場料は150円。博物館は1991年に開館。グリーンランドから北欧までアイヌ文化を含めた北方民族の文化とオホーツク文化を紹介する博物館。常設展示には世界各国から集めた約900点を衣食住、なりわいなどのテーマ別に展示し、北方に暮らす人々の文化を紹介している。館内では日、英、中、韓、タイの5カ国語多様の音声ガイドを無料で利用できる。入館後 Wi-Fi が必要な人はまず Wi-Fi をつなぐ。基本音声案内が可能。館内にある案内からサイトに飛び数字が書かれた場所と同じ数字を再生。とてもわかりやすく解説してくれている。解説から私ずんだもんがよりわかりやすく紹介していく。北方民族博物館は1991年2月10日に同立の博物館として開館。正面のシンボルの仮面は木製でアラスカのエスキモーのもの。シャマンという特別な霊能者がかぶってた。仮面の上部が人間の世界を表している。中央が動物の世界、下が精霊、魂の世界。すごくおしゃれな通路を通る。何を表しているのかわからないけどおしゃれ。北極を中心とした世界地図。これも作りがおしゃれ。いつもとは違った世界観で見るための地図らしい。人類の移動についての紹介。アラスカで発掘された魚や海の動物を取るための道具の展示。北方では寒くて大変だけど海の資源は豊富だから自然に適応した生活になっていく。自然、民族、言語。北方の中でも地域性がありいろいろあるんだぜ。言葉なんかもって話。検索ボックスでいろいろ細かく検索できるらしい。衣服の展示物。この博物館では色別で民族の種類がわかるようになっている。いろいろな衣服などをバックに民族別に紹介していく。北方の人々は衣服や装飾品にこだわりがあっておしゃれ。衣服の色や形、性別や身分、見た目だけでわかっちゃうって感じ。衣食住というけど北方ではまさに衣が一番命に関わる大事なこと。
柔らかいトナカイの毛皮や水に強いアザラシの皮を使ったりしていた。顔を出す部分と袖口以外には隙間がなく大きめに作られている。服と体の間に空気の層ができ保温の働きをしたんだ。極寒の地のアラスカでは樹木が少ないため樹皮も取れずタンニンも取れない。ということは火を起こすこともできない。アザラシからは肉や脂が取れる。骨も有効活用し血液も飲むことで栄養を補給していた。皮はどうしていたかというと口なめしという珍しい技法でなめしをしていた。エスキモーの女性は暇さえあれば皮を噛み続ける。おしゃべりしながらでも皮を噛んでいる。固まりそうな皮を口で延々と噛んでいく。厚い毛皮一枚がふわりと体を覆うだけ。それで十分暖かいらしい。暑くなったらフードを外すだけで OK という便利物。アザラシやセイウチの腸を使った調整服。年代は1870年から1880年頃のもの。150年以上前なのになんかおしゃれじゃない？今の世にどこにでもあるパーカー。これこそが先駆者オリジナル。こんなにペラペラの素材が一番今時のデザインなことに驚き、防水性などに優れていてカヤックに乗る時なんかに着てたらしい。魚の皮でできた旅費もある。川の近くに住む民族が着てたんだね。衣服を作るための道具。動物の皮をなめすための道具や針に糸を通す道具。昔から人間の知恵がすごいね。北欧のサミという民族の男性用の服。北極圏の割に寒くはないのかいという印象。アムール川中流域のナーナイの花嫁衣装。派手かわいい。からの北海道アイヌの男性用衣服。じーっと見たらアイヌ模様。ちらっと見たら桃太郎。北西海岸インディアンのマント。儀礼の際に身分の高い人がまとったもの。制作にはベテランの女性でも1年はかかるらしい。めっちゃおしゃれ。カナダのイヌイトの女性の服。大きなフードが特徴。大きなフードは子供を背負ったままかぶることができる。グリーンランドのエスキモーの女性用衣装。ここは交易についての説明。17世紀頃、西洋人がこぞって毛皮くれーってやってきたんだね。引き換えにタバコやコーヒー、銃、衣服などに使われるビーズなんかも交換してたんだね。この交流から劇的に生活が変化してきたんだ。ここは調理用の器具たちがたくさん。一番右下にある箱は北西海岸インディアンが使用したクッキングボックス。材料と水を入れて厚く焼いた石を入れて調理をした。イヌイトは柔らかい石をくり抜いて鍋を作っていた。アラスカ北部に住んでたイヌイトの家をほぼ原寸で再現。約300年前の竪穴住居。動物や魚をとって生活をする北方民族は
夏は獲物が取れやすいところでキャンプをして過ごす。左から地下通路を通り穴に向かって登る。外の冷たい空気が入らないように考えられている。住居の柱には遊牧やクジラの骨が使われている。断熱材にはツンドラの土、窓の代わりにはアザラシの腸の皮。北方の人たちはアザラシなどの脂肪を使って燃料にしていた。今回はここまで。次回後編で続きから。もっともっと北方に興味を持てるように頑張るぞ。ここまでの振り返り。北海道だけで考えるとアイヌのイメージが強いけど、寒いところで暮らす民族はまだまだたくさんいるもんだ。北方の人たちは今よりもっともっと不便なのにさらに寒いところという。氷と雪の寒帯に住むイヌイと、カナダの北部は一年中気温が低く、一年の大半は氷と雪に覆われている。農作物も育たないほど寒いカナダ北部で生活しているんだからすごい。激しく尊敬するわけ。夏でも0度とかね、無理。極寒のところとかマイナス48度とか。現代でも住むのむずいね。後編、まだまだ北方の民族に触れていく。高評価、チャンネル登録よろしくね。うぬから反応。